ただいま、ナチュタンとフラクトの日光浴中です。ブンブンカワカワブンカワです。今、日の当たるところにナチュタンとフラクトを置いていて、ちょっと日焼けさせようと思ってるんですけれども、日光が足りてません。今日はちょっと日差しが弱めなので、日焼け効果は期待できそうにありません。そんな話はさておき、プロッターの価格改定まであと1ヶ月ちょっとということで、いろんな方がね、プロッター新たにお迎えしたり、店舗に見に行ったりされてるのかなと思います。お店に見に行く前にしといた方がいいことなんかもお話ししたいと思います。これからプロッターを実際に見に行こうと思っている方の参考になれば幸いです。私は今22冊のプロッターを持っているんですが、一番最初に購入したのがこちらのリス仕様ブラックのミニ6です。これを購入するまでに多分ね、すっごいね、悩んでました。今はいろいろとサイトとかね、いろいろ染み込んでるので、新しいのが出ます、買います、みたいな感じでね、割とホイホイ決められるんですけど、最初の一冊を手に取るときはね、本当にね、慎重になりました。これからこんな準備しといた方がいいよっていうお話をするんですけれども、基本的にはね、不動産の内見みたいなもんだと思ってもらえればと思います。不動産の内見するときってある程度この辺見とこうみたいなチェック項目的なのがあるじゃないですか。例えばコンセントの位置とか、部屋の広さとか、収納スペースの感じとか、綺麗さとか、皆さんなりのこだわりがあって、それぞれのチェックポイントとかがあったりすると思うんですけど、プロッターの選び方もそうだと思います。もう物ができて皆さんの前にあるんですけれども、それが皆さんの使い方に合うか合わないかとか、そういうね、判断をする場です。使いたい用途とかにハマるかハマらないかとかを確認する。イメージと合ってるか合ってないかを確認するみたいなね、そんな時間です。認識のすり合わせですよね。そんな時間だと思ってもらえればと思います。不動産の内見だって、ある程度不動産のね、サイトとか見て、こんな部屋なんだ、こんな間取りなんだ、こんな設備があるんだっていうのをね、知った状態で行くと思うんですけれども、それで実際の写真と来た部屋のイメージが合ってるか、合ってないか、ここに住みたいか住みたくないかとかね、そういう判断をすることになると思います。そういう感じでプロッターを手に取って、これはイメージ通りのサイズ感だ、ちょっとちっちゃいなってなるのかとか、そういった判断ができる貴重な機会です。私は東京に住んでいるんですが、都内にはたくさんのプロッター取扱店舗があります。ちょっと見に行きたいなと思ったら割と気軽に見に行ける距離感にプロッター取扱店舗が何個かあるんですけれども、場所によってはそうではない地域にお住まいの方もいらっしゃいます。最寄りのプロッター取扱店舗まで車で1時間。近くの取扱店舗には置いてあるレザーバインダーの種類が少ないとか、皆さんのお住まいの地域によってそのプロッターの取扱状況っていうのがかなり違うと思います。私は一回見に行って、後でここ見とけばよかったってなってもまたね、来週見に行こうとか、そういう感じで行けるんですけれども、そうじゃない方もいらっしゃると思いますので、確認したいことはしっかり事前に準備しましょうっていう、そういうお話です。プロッターを見に行く前にしておいた方がいいこと丸1、各革質の特徴についてある程度調べておくということです。プロッターはお店で購入できる革質として、リスシオ、プエブロ、ブライドル、シュリンクの4種類の革質が用意されています。お店によっては限定商品もあったり、あとは取り扱っている革の種類が限られてしまう場合もあると思うんですが、基本的に文房具店で購入できる革質はリスシオ、プエブロ、ブライドル、シュリング、このね、4種類の革質があります。革質によって用意されている色味も違うし、個体差とかエイジングの仕方も変わってきます。最近プロッターのエイジングサンプルってすっごい充実していて、各サイズの各革質、各革色で置いてくれてるお店とかがね、すっごい多いんですよ。フルラインナップしているお店とかに行くと、ものすごいね、エイジングサンプルがあったりするんですよ。その景色は圧巻なんですけれども、いざそこの目の前に行くと、どうしようどうしようどうしようってね、なっちゃうんですよ。私どれがいいのかなどれがいいのかなってね、なっちゃうと思うんですけれども、プロッターの公式オンラインストアとかで各革質のページとかを見ると、それぞれの革の特徴だったり、個体差なんかについても紹介されてたりします。例えばプエブロにはトラが多いとか、シュリンクのエイジングは緩やかにツヤが上がる程度だとかね、いろいろと書かれてます。革質によっては用意されているサイズも異なりますし、
色も質感も全然違います。このね、質感とかはやっぱり実際に触り比べてみないとわからない部分も多いと思うんですが、プロッターの公式オンラインストアで見ていただきたいんですが、リスシオのね、この内側の個体差とか書かれてたりするんですよ。リスシオって皮の内側を均等にするためについているんですよ。その加工跡みたいのが、こう内側に出てたりする場合とかもあるんですよ。そういう加工跡とかの個体差がどんな感じなのかっていうのが、プロッターの公式オンラインストアでは写真で紹介されてます。なので、それぞれの商品特性とか個体差について知っておくと、お店で実物を見るときに、あ、これはこういう感じなのかとか、あとは私はこういった子が欲しいなとかって思って選びに行けると思います。各革質の特徴、違いについては、プロッターの公式オンラインストアの画像を参考にしていただいたり、あとは私の動画でたまにプロッターの選び方シリーズみたいな動画をアップしています。プエブルとリスシオの違いについてお話ししたり、シュリンクとそれ以外の革についての違いについてお話ししたりとか、いろいろしてますので、そういった動画もね、参考にしていただけると嬉しいです。プロッターを見に行く前にしておいた方がいいことの2つ目は、ある程度使いたい用途とかのイメージを持っておくということです。イメージがないから見に行っちゃいけないとか、そういったお話ではなくて、ある程度使いたい用途とか、このサイズがいいなっていうイメージとかを持ちながら見に行った方が、実際に使うことを想像しながらその商品をね、選びやすいんですよ。先ほどもお話ししたように、とにかくね、プロッターのエイジングサンプルってめちゃくちゃね、置いてあるところは置いてあるんですよ。そういうところに行くと、本当にどうしようみたいな感じで迷っちゃうから決められないっていう状態になると思うんですけど、私は持ち歩きをしたい、持ち歩き用の手帳が欲しいから小さめのサイズがいいな、勉強用に使いたいから大きめのノートみたいな感じがいいなとかね、こんな風に使いたいんだよなみたいな、そういうイメージを持っておくとか、事前に調べた革質の特徴とかを見て、私プエブロが気になるな、リス仕様が気になるな、だからプエブロかリス仕様の革で何かいいのないかなとかね、何かしらのこういう風に使いたいなとか、こういう革質、この革が気になるなとかね、そういったイメージを持っておいた方が、見に行った時に、例えばミニロク思ってたより大きいな、じゃあやっぱり M5 にしようとか、英語結構でかいな、じゃあバイブルにしようかなとか、そういう風にいろいろと触り比べながら考えることができるんですよ。プロッターはどのサイズを選んでも全て 11mm リングと決まっているんですけれども、自分が使いたいなと思ってるイメージにこの 11mm リングがキャパ的に足りるのかどうかとかね、この辺のチェックも忘れずにしていただければと思います。手帳がお好きな方とかはよく手帳会議というものを開催しています。今持っている手帳、それから用途を書き出して、さらに今自分がどんな手帳が欲しいのかとか、そういうのを書き出すみたいな感じで、今私にはどういった手帳が必要なのかっていうのを確認するみたいな、そういった自分会議的な作業とかもあったりするんですけれども、そういうのをやってみるのもいいのかもしれません。私の場合は手帳会議じゃなくてプロッター会議って呼んでるんですけれども、とにかくね、いろんなプロッターが欲しいので、どのサイズのどのプロッターに何を入れようかとかね、そんな感じのものを書き出したりすることがあります。こういった感じでどのサイズにはどんなものがいいのかとか考えてから見に行くと、より具体的なイメージが湧きやすくていいと思います。プロッターをお店に見に行く前にしておいた方がいいことの3つ目は、挟みたいなと思っているもののサンプルとかを準備しておくということです。プロッターを購入したらこのリフィルを入れてこうやって使いたいなとかね、ある程度イメージがあると思うんですよね。これを入れるためにプロッターが欲しいんだとか、そういうのがあると思うんですけれども、これを挟みたいなと思っているものがあれば、ぜひそれも一緒に持っていくっていうのがいいと思います。プロッターって大体システム手帳コーナーにあると思うんですけど、システム手帳ってメーカーとか商品によって大きさが違うんですよ。例えば同じバイブルサイズって言っても各メーカーによってサイズ感が違うんですよ。もちろんリング系も違うんですけど、プロッターはこのリングのね、上下の余白とかがほとんどないと思うんですが、割とね、ぴったりめで作られてたりします。メーカーさんによってはこのね、余裕があるから綺麗に収まるようなものとかもあったりするんですけれども、プロッターの場合は割とコンパクトだから結構はみ出ちゃうこともあります。バイブルサイズとかミニロク、英語
とか、そういったね、リフィルの場合は全然問題ないんですけれども、例えばこのミニロックサイズって写真の L 版とかと近しいサイズです。なのでこういうね、L 版フォトファイルっていうミニロックの穴が開いてて、ここに L 版の写真を入れてミニロックに閉じられるよっていう、こういうリフィルとかも売られてたりするんですけど、このリフィルをプロッターに入れるとはみ出ます。そのはみ出を許容できるかできないかとかね、そういう問題とかも出てくると思いますし、あと私は割とツール使いしているので、例えばこの M5 なんてカードケースですけど、これもね、こうはみ出てるじゃないですか。こういうのも許容できるかできないかとか、そういった部分が出てくると思います。このサイズにこれを挟みたいんだよなっていうのがある程度決まっている場合は、それも持ってってこう一緒にね、照らし合わせて確認してみるっていうのがいいと思います。入れるつもりで購入したのに入らなかったっていうのがね、本当に悲しいパターンだと思いますので、そうならないように事前にチェックするっていうのも一つの方法です。プロッターを見に行く前にしておいた方がいいことは今3つお話ししたんですけれども、あと補足で可能であればした方がいいなって思うことをお話しします。それがですね、お店の確認をしといた方がいいと思います。プロッターの取扱店とか公表されているんですけれども、すべての取扱店がすべての革質、すべてのサイズを取り扱っているお店だとは限りません。私は都内に住んでいるので、例えば新宿とか渋谷、銀座とか大きな駅に行くと、その駅の徒歩圏内でプロッター取扱店が2店舗3店舗ってあるようなところがいっぱいあるんですよ。なのでそんなに困らないんですけれども、例えばナローサイズ見に行きたいなって思っている方で、自分の住んでいる地域にプロッター取扱店が少ない場合は、そもそもナローサイズが置いてないお店とかもあったりすると思います。私ナロー見たかったのになってね、なっちゃったりすると思います。なのでね、ちょっと電話一本して、ナローありますかとかね、そういう確認をしてから行くとか、そういう風にした方が安心かなと思います。私実はプロッター取扱店マップというものを作ってまして、Twitter の私のね、トップとかから見れると思うんですけれども、プロッターの取扱店の地図と、あとはそのお店が取り扱いしているサイズとかについて分かる範囲で書いたものがありますので、そういった情報とかも良ければ参考にしていただければと思います。プロッター取扱店が少ない方は、特に一度の訪問でしっかり見てきた方がいいと思いますので、各革質の特徴を、ある程度見ておいて、あとはスマホでそのページをすぐ開けるようにしといて、店頭でこう革を見ながら、これはこういう革質の、こういう革でこういう特徴があるんだとか、こういう個体差があるんだ、みたいな感じで選ぶ。あとは手帳会議とかをして、自分がどういった用途でプロッターを使いたいから、どんなところをね、確認しておきたいのかとか、疑問が出てくると思うので、そういうのを書き出して、それを持っていくだとか、この紙を挟みたいんだけど、どのサイズがぴったり挟めるかどうか確認しに行くみたいな感じで、何か挟みたいものを持参していくとか、そんな感じでプロッターをお店に見に行く準備的なものをしておくと、よりプロッターを選びやすいと思いますというお話でした。では今日はこの辺で終わります。最後までご視聴ありがとうございました。また次の投稿をお楽しみに。